それではよろしいですか。始めましょうね。今消防現像随文記というのを読んでます。千曲学芸文庫で出されている水野八子さん役のやつを使っています。でここは臨済宗ですけれども、別に曹洞宗のものを読んで悪いわけでも何でもないんで、これを読ませていただいています。勘違いされる方も多いんですけれども、消防現像随文記というのは道元禅師の消防現像のなんか姉妹編のように多く考えているかもしれませんけど、全く別物です。道元禅師が普段お弟子さんにお話ししたことを、まとめたというような、そういうふうな内容ですね。でそれをランダムに読んでますけれども、今日は10番目と書いてありますけれども、それがし、老母現在せりと、私には年老いた母がおりますと、私はその一人っ子でございますと、母一人子一人でやってんだと。で、要するに生計もままならないというようなことを言ってるわけですね。でもし私が仏道修行に専心したならば一日も生きていくことができないと思われますと、お母さんはね。ということで俗世の中で暮らしてるんだけれども、もしこうした境遇の私でも母を捨ててまで仏道に入るのがいいということなんでしょうか、どうなんでしょう、こう聞いたわけだよね。それを道元禅師に言ったらば2番3番4番とこう答えたんですけどね、まず道元禅師が言ったのは、このことは難しい、簡単には決められないと、他人から指図すべきことではないとこう突き放したんですよね。だってそんなの人に言われてやることじゃないからね。だけど、自分でよく考えろとこう言ってるわけですよね。そして、2番のところで言ってるのは、何とかして思い通りにしようと思う心が痛切に深い時は必ず手立ても出てくるであろうと。思いが強ければね、何らかの方法が出てくるんじゃないのってこういうふうに言ったわけですね。そして何とかなった時の逸話が書かれてるんですね。宗系の六祖絵能大師っていうのは今の禅のような形にした創始者です。唐の時代ね、絵能禅師は木こりだったと。だけれどもある時金剛般若経というのを読んでね、仏道に入りたいと思っていたけれども、お母さんがやっぱりいらっしゃってて、どうしようと思ってたら、ここに銀30両を恵んでくれる人があって、なんとか自分はお母さんを置いて修行に入ることができたという話があるぞと、そういうこともあるんじゃないかとこういうふうに言ったわけですね。で3番目はまた次に母親が天寿を全うされる、要するにお亡くなりになった。そしたらその後入りましょう。例えば、さっき私が言ったように定年になったらば仏道に入りましょうというふうに思ったかもしれないけれども、そう思い通り自分が先に死ぬようなこともあるんだよと、こういうふうに言ってるわけですね。実際そうですよね。ですからそう思うようにいかないよ。さらに仏道に入らないことを悔やむということもお母さん自身もそう思うんじゃないの。で4番目は子供が一人出家すると七生前の類までが道を売ると経文にも書いてある。そういう功徳もあるんだぞ。で最後にこれを自分でよく考えて決めろと、こういうふうにおっしゃったわけですね。道元禅師の心としては仏道にちゃんとやりなさいということを言いたかったんだろうとは思うけれどね、やるのも決断、やらないでグズグズしてるのも決断ですから、どっちの決断でもお前のことだろう、だからお前が決めてるんだろう、だからお前が決めてる通りにやればいいじゃないかということになる。でもうご存知のように仏法というのは2つのことで成り立ってるわけですよ。空ということね、空性ということ聞いたことありますよね。空ね、それから縁起ですよね。因縁因縁、この2つで世の中は成立しているんだというような見方を取るわけです。
空というもの、空想、そこにエネルギーがあるわけですけれども、それと演技によって全てのことが動いているんだと、こういうものの見方をして一本筋を通そうというのが禅。それによって万物が生まれて起こって消して滅していくという、正気消滅と正気消滅とこういうふうに言うわけですけれども、それが起こっていくというふうに考えるわけです。で、結局この道元禅師は何を言ってるかというと、そういう縁もあるぞと言ってるわけですよ。例えばお金の話、お金の縁、30両恵んでくれたという縁、寿命の話、お前の方が先に行っちゃうかもしれないぞ、それは縁でしょ。縁ですよね。それから功徳もあるぞ、功徳もあるかもしれないしないかもしれない、それも縁ですよね。だから縁起をずっとベースに整えてるわけです。だからお前が出家して出家するのも縁だろうし、出家しないのも縁だろう。皆さんがその禅っていうと悟りっていう話があってうわーっと思うかもしれないけど、悟るか悟らないかなんていうのはそんなのも縁だからね。自分で悟ろうなんて思ったって悟ることなんかできっこないんですよ。悟らないと思えばなければ悟らないだろうけれども、悟ろうと思って悟れるんだったらみんな苦労しない。縁です。縁、いろいろな縁によってそういうふうに導かれているということなわけですよね。で、縁で正気消滅するんであれば、この世の中には縁が充満してるっていうことなんだ。満ち満ちてる。だけどそれに気がつかないだけの話になる。あるいは遠ざけてる。自分の壁を作ってね。だからその壁を、自分というものがなくなってしまえば一挙にドーンと縁が入ってくるわけ。縁が入ってくる。そしてその縁というのは業を作る。業っていうのは善業悪業っていった業という書くわけだけれども、要するにやったこと、もうやったことはもうリセットできない。もう全てのものはよかろうが悪かろうが全部もう縁として縁が形となって現れたところで業として残ってしまうわけだけど、その今言った壁をパンと取ってやると、そのいいも悪いも全部自分のところに入ってくる、味方してくる。これが本当の縁起ということなんだろうというふうに思う。世の中には縁が満ち満ちている。だけども自分はそれを排除してる。だけど一挙に取ってやるとドーンと全部味方してきてくれるということは、仏法で空と縁起が道理だというふうにするんであれば、ニュートンの法則でもそうだし、パスカルの法則でもそうだし、何の法則でもそうだけども、法則があるだけじゃないでしょう。我々はその法則を使って何かを起こしてますでしょ。同じように空と縁起が法則であるんであれば、それを使えばいいんですよ。我々は使えばいい。だから縁ということに対して常にアンテナを張って、それで使えばいいということになるわけ。その時に今言ったように自分というものがあると、それは自分のいいものだけをピックアップしてくるから、必ず他の縁で潰されます。必ず他の縁で潰される。縁というのは平等、全ての人に平等に与えられているわけですから、ピックアップしてくれば他の人はもうピックアップすれば必ずぶつかるに決まってるわけですから、それは縁は働かないね、ということなんです。で、大事なことは般若心経というのは
どういうお経だと思いますか？般若心経というのはいろいろな読み方があります、なんだけれども、今日お話ししたいのはね、般若心経というのはおまじないのお経なんですよ。最後にギャテギャテハラギャテハラソウギャテボジソワカ般若心経ってあるでしょ。あれがおまじないなんですよね。でどういうおまじないかっていうと、私はこういうことをしたいと、こういうことをしたいと思ってるんで成し遂げさせてくださいというお経なんですよ。で必ず詳細種というのをつけます。詳細っていうのは消す、災い、詳細種っていうのがあるんです。南無サマンダ元南無ハラチコトジャトナン当時同縁という、要するに分かるわけのわかんない言葉を言うわけだけれども、般若心経と詳細種をセットで読むということはどういうことかっていうと、こういうことをさせていただきたい、何とかしたい、その時の災いを除いてくださいと、こういうお経なんです。でこれで、はっきり分かると思うんだけれども、般若心経というのはそのありがたい論理はあるけれども、それに基づいてこういうことを成し遂げたいのでぜひお力をお貸しくださいというお経なんですよ。で般若心経の真髄は色即是空、空即是色とこういうふうに言われますよね。その通りなんですけれども、実はもう一つ般若心経には骨があるんですけれども、ちょっとそれをお話しすると、色即是空というのは色はすなわち空、空即是色というのは空はすなわち色、色というのは我々がさっき言った業ね、行ったことね、行うことは空になりますって言ってるわけでしょ。リセットできますって言って、やったことはリセットできます。実際できないよね。物事はリセットすることはできないけれども、いつまでもそれを引っ張っていることはないんですよって言ってるね。一旦ご破産することができますよ。空即是色っていうのは、そのご破産したところの空のところからもう一度新たな色に返すことができますよ。こう言ってる。そういう空というエネルギーがあるんですよ。もちろん支えるのは、空を色に支えるのは縁ですよ。だからそこに縁起が働く。わかります？だから非常に力強いでしょ。あなたがやったこと、いいことも悪いことも、確かにそれはもう自分にあるいは世界に影響を及ぼすけれども、一旦それをリセットすることができるんですよ。そのリセットしたところからもう一度新たな自分、新たな世界というものを作り上げることができるんですよって言ってるんですよ。誰もがそれを信じてやればね。でその時にもう一度家に帰ったら般若心経パラパラでいいですから見てほしいんですけど、色即是空、空即是色、重創業式薬分量でって、色即是空、空即是色って言った後からみんなない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 ってムムーで続くんだよ。もうない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 って何がないんだとね。ということはさっき言った、もしリセットしてもう一回やり遂げたいならば、自分を一回ドコーンと落とせと、こう言ってるんです。全てのものを、自分の周りにあるものを一回ドーンと落としなさいと。それは捨てるっていうことじゃないですよ。こういう持ってるものを捨てるんじゃなくって、持ってるものはここに置いといて、そこからそれがあろうがなかろうが関係ありませんというような自分をなくしてみなさい。そうしたらば一挙に世界がどういう世界なのかっていうのが分かるよ。それを使いなさいとこういうふうに言ってるわけなんだよね。でじゃあ具体的にどうするのかっていうのはそこには書いてない、残念ながら。で禅宗はそこをはっきり言ってる。
禅宗は即根というの聞いたことあるかな。即根。ただ今のところに全集中しなさい。その時に自分はないんですよね。そのものになりきっちゃってるから、もう自分があるも何もない。そういうことってお仕事の中でも経験することあるでしょ。一生懸命やってて人の話が聞こえなかったなんていうのはもう完全にそれですよ、ね、だから禅宗では即根っていうんです。即根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 。将来のことを今考えるのも即根ですからね。過去のことを今考えるのも即根ですからね。だけどそれがふわっと湧いたようなことで自分の頭の中にやってるんじゃダメなんだよ。それはもう、回されてるだけだから受け止めてね。これが仏禅でいう因果を使うということです。ですから、結局このお母さんがどうのこうのとこういうふうに言ってるわけだけれども、お前はちっともそういうようなことを考えてないねと、こういうふうに道元禅師は揶揄してるわけですね。はい、それでは今日はここでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。